ご自身でできる横脚矯正実践方法。この動画ではですね、あなた様ご自身で横脚を改善できるとても簡単な方法についてお伝えしていただきます。そこでまずあなたの横脚はどれぐらいで治るのか、横脚の仕組み、横脚の治し方について、説明させていただきます。はじめまして、八木と申します。私はですね、この10年間で1万人以上の骨盤矯正並びに姿勢改善に取り組んでまいりました。特に横脚矯正に関しましては強い思いがありました。8年前の横脚矯正の失敗経験、そして自分の横脚を体操で治した経験や整体に通えない人を対象にですね、自分で横脚を治していくという指導をね、積み重ねていく中で、横脚の方のうち 90% 以上は改善できるという確信を持ちました。この経営のノウハウに基にしてですね、あなた様ご自身で横脚を改善できる内容を紹介させていただきます。ではまずですね、あなたの横脚はどれぐらいで治るのか、まずこちらの方の横脚の写真をご覧になっていただきますと、膝の皿がですね少し内側を向いているのが分かると思います。これと連動してね、股関節が内側にねじれ、骨盤下の座骨が少し開いております。でもくるぶしのねこの内側のこの部分に関しては、さほど目立ちません。真ん中に寄っておりませんので、骨盤中心のエクササイズを行っていただきますとですね、約1ヶ月でこのように、両足が揃ってきます。そして次のこちらの女性の方の足の形を見ますと、こちらの方はですね、くるぶしが内側に寄っていて、そして膝の皿も内側にねじれています。で膝下の方がね膝上の隙間よりも、目立つということですので、いわゆる膝下横脚ですが、こちらの方の場合はですね、股関節の内側のねじれを、正す練習と、それからこのくるぶしの開内をね改善していくというエクササイズを行っていきますと、このように1ヶ月半でまっすぐな足に揃ってきます。ではこの次の写真を見ていただきますと、こちらの方はですね、膝下、膝上両方隙間が目立っております。こちらの方はね、骨盤、座骨を締めるエクササイズ、それから開内側を、改善してくるエクササイズを行っていただきますと、2ヶ月から、少なくとも見積もってもね、3ヶ月ぐらいで、このような、両足が揃った足に変わっていきます。で、皆様ご自身で、横脚を治していくためにはですね、この横脚の仕組みということをしっかりと知っておく必要がございます。まず女性に多い、ね、タイプですけど、女性の場合は骨盤が開いて横脚になっていることが多いのですが、まずこの骨盤なんですけども上のこのハート型の骨を腸骨といって、この下の部分の座骨といいますが、腸骨が狭くなると座骨が広くあります。で、座骨が締まると腸骨が広がります。このように骨盤は、連動して動いておるわけですけども、要するにこの骨盤が開いている、いわゆる座骨が開いているということは、この腸骨が狭くなってこの座骨の部分が広くなっているということです。で、そしてもう一つ代表的な足の形がね開内している横脚の場合ですが、こちらの写真をご覧になっていただきますと、このくるぶしが内側に寄っています。そうするとですね、この足首から出ている骨の傾斜角が広くなりますから、結果的にはこの膝下の隙間が広くなるわけです。ところがこの開内側をね、改善していただきますと、この足首がついている骨の角度が狭くなりますから、結果的にこの膝下の隙間が狭くなるわけです。では、横脚の直し方について、ポイントをお伝えいたします。こちらのタイプの横脚の場合はですね、座骨を中心に、座骨を締める運動を行っていただきます。そしてこちらのタイプは、ですね、足首の開内が目立って骨盤の開きはさほど目立っておりませんので、開内側を改善するエクササイズから行っていただきます。で、そしてこちらのタイプの方は膝下と膝上の隙間両方が目立ちます。つまりこの場合ね、どちらが原因で横脚になっているかというのを見極めていただきます。骨盤の開きからね連動してこの膝下が目立っているのか、あるいはこの開内側から派生して横脚になっているのかということを見極めた上で、どちらかを優先にしてエクササイズを行っていくと効果的です。
もしもあなたのお客が1のタイプならば、たった1ヶ月でこのようにまっすぐな足に揃います。もしもあなたのお客が2のタイプならば、約1ヶ月半から2ヶ月でこのように両足が揃います。もしもあなたのお客が3のタイプならば、2ヶ月から少なく見積もって3ヶ月でこのようにまっすぐな足になっています。それではですね、お客解消実践講座の内容について簡単に説明させていただきます。この講座のメインは CDR1 枚と DVD1 枚になっております。で、この CDR1 枚の中には動画と、ワークブック、ガイドブックの2冊になっております。そしてこの DVD にはですね、このお客解消実践講座の基本エクササイズが24分と、それから詳細のエクササイズが11分、そして、お客を強烈にリセットしてそれを維持するためのエクササイズが7分となっております。で、その CDR の中身のガイドブックですが41ページ分、まずはお客の、ね仕組みについて、それから、あなたのお客の原因はどういうものなのか、それで、普段からお客になりにくいようにする習慣づけ、そしてあなたのお客を改善する手順について、説明させていただきます。ワークブックではですね、そのあなたのお客を知った上で、改善手順を踏まえた上で、基本のエクササイズをやっていただいてお客をリセットするとそしてお客をリセットした後お客でない状態を維持するためのエクササイズを行っていただきます。でもこんだけたくさんやれないわっていう方もいらっしゃると思いますそして忙しい人のための、最短最速でお客を改善する特別レポートをまとめさせていただきました。このレポートでは、お客を治りにくくしている要素で、ご自分で見つけていただいて、治しやすくする準備運動を行っていただきます。例えば股関節のね、外旋がしにくい人は外旋しやすいようにとかね、で足首の可動域が狭い人は足首の可動域を広げると、その上でお客をリセットするエクササイズを行っていただきます。もちろんこのリセットするエクササイズには、先ほども紹介しました体内速を改善するエクササイズも含まれております。そしてこのお客をリセットした後、鏡でお客じゃないじゃんわっていう風なね形になった後、それを普段でも維持できるような筋肉強化のエクササイズも行っていただきます。それでもご自分のお客はどのような状態なのか不安に思われて、取り組めないという方もいらっしゃるかと思います。そのような方のために、私どもでメールサポートの方をさせていただいております。自分のお客はどのようになっているのか、どのような原因でお客になったのか、そしてどのような順番でどのエクササイズを具体的にやっていればいいのかということを私の方で、姿勢分析をさせていただいて重点エクササイズをピックアップさせていただきます。90日間完全満足保証制度というのを設けました。もしこのプログラムを、ね、手に入れて実践したけども成果が出なかったという場合に返金保証をさせていただきます。開始前に、正面向きの写真を送っていただいて姿勢分析を受けていただき、そして重点エクササイズを行ったにもかかわらず成果が出なかった場合返金させていただきます。最後まで動画講座を視聴していただきましてどうもありがとうございました。それでは、この講座でお会いできることを楽しみにしています。どうもありがとうございました。